ローカルダイバーズ。地域に潜るドキュメンタリー、ローカルダイバーズ。このポッドキャストは地域に深く潜り込み活動している地域活動家、ローカルダイバーの活動を記録していくドキュメンタリー番組です。こんにちは。長野県池田町在住のポッドキャスターの前原貴則です。今回は私が住んでいる同じ池田町で活動するローカルダイバー、和太鼓奏者の堀江達郎さんをご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。達郎さんも石山さんのところからご紹介いただいて、石のとこで収録してる時に俺ちょうどたまたまそうですよねお邪魔してておやってる何やってんだみたいな感じでなってましたね。で、はい、梅の実の収穫の時もいらっしゃいましたもんね。そうですね。そうですね、でそこから和太鼓奏者っていうのを来てどういうことっていうの僕も気になってお話を伺いたかったんで、じゃあ堀江さんの自己紹介をちょっと軽くお願いしてもいいですか。はい、そうですね、堀江達郎と言います。ここ池田町の陸郷地区なんですけども、ここに住みながら今和太鼓の講師をしたり、演奏いろんなとこ行ったりとか、そういう活動してますね。ちなみにここが陸郷っていう陸の里って書く池田町の陸郷地区ってことですね。陸郷でまず最初になんで堀江さんがここの池田町の陸郷地区にたどり着いたのかをちょっと聞きたいんですけど、その中から過去の話からちょっと遡っていこうと思うんですけれど、これまでの活動の中で和太鼓奏者っていうの僕も初めてお会いするんでよく分かってないんですけど、あんまり人口がねいないから。そうですよね。そのいつ頃から和太鼓というかそういう楽器に触れて、どこで活動されてたとか聞いてもいいですか。はいはい、出身が島根県の松江なんですけども、大学で名古屋に行きまして、その時に太鼓とか踊りとかをやるサークルに入ったんですね。でそこからこれだっていうのがちょっとありまして、名古屋の和太鼓のプロチームに研修生で入って、そこからずっと名古屋でやってきまして、で最後4年間とかはそこの代表を務めたりとかしまして、でそれが2017年いっぱいまでやったかな。で2018年の11月かなぐらいに安曇野市の穂高に引っ越してきまして、まずそうだったんですね。まずワンクッションで穂高に引っ越して、そこ賃貸だったんですけども、また1年間そこに住んでて、そこからぴょいっと池田の陸郷に移ってきたっていう感じなんですけども、まず名古屋から安曇野エリア、安曇野であるとか北安曇郡であるとかね、安曇野あたりに来ようって思ったのが、まず最初に名古屋で自分がやることは全部終わったなっていうのがあって、これが2017年の段階で、じゃあ次どっか行こうって思っていろいろ探してたんですね。で、当時今もですけども、東海エリアと関東エリアで両方仕事とかもしてたり、いろいろやり取りがあったもんですから、その中間あたりで両方行きやすいところでいい場所ないかなっていろいろ探したんですね。ずっと大体長野か山梨か、岐阜か静岡かぐらいの感じになりまして、でいろいろ情報収集したり行ってみたりしてる中で、安曇野にある時パッと行った時にここだなっていうのが、これも直感的にありまして、体がバーッと反応した。ここですみたいな感じでじゃあとりあえず住んでみようかっていうことで1年間賃貸で住んでて、でそこで他のところ、そこに一回ゆっくり腰を落ち着けて、いろいろなところ周りまず見てみようかなって思ってたんですけども、ちょうどその時やり取りしてて、安曇野市の不動産屋さんがこの陸郷のお山の上にいい古民家があるよっていうのを紹介されまして、でその古民家行ってみたら、オーナーさん大家さんもいいよって貸してくれるっていうので、まず太鼓のスタジオにしようって思って、そこの手入れから始めたんですね。じゃあ今住んでいるところではなくて、ではない陸郷のところ、そうですそうです、やっぱり太鼓ってめちゃめちゃ音がでかいので、ワンクッションで借りたところでもちょっと鳴らしたりはできたんですけども、またそこが
お隣が最初竹が生えてて竹林みたいになってた場所があったんですけども、そこもまあ竹切っちゃってなんか家建てようみたいな、まずそこの土地売ってなんかしようみたいな感じになってきて、これ怪しいぞみたいなのありまして、っていうのもまあ含めてなんですけども、こういうとこ後ろを見ると分かるように山以上っていう感じなんですけども、今のところもまあお隣さんまで250メートルぐらい離れてますね。音は全然出し放題ですねっていう環境でもあって、音が出せるのが絶対条件なもんで、そういうところの話が来て、じゃあちょっとそこでやってみようかっていうことで、そこのお手入れしながら陸号の皆さんともちょっとご挨拶とかして、ちょっと草刈りなんかも手伝ったりとかして関わるようになったわけですね。でその古民家に住んじゃうのもいいかなって思ったんですけども、住むのはダメだよって言われたもんで、でもせっかくそこがあるなら、例えばこの陸号でなんかいいとこないですかねみたいな相談とかもしてたんですね。そうすると、地域の方とかがすごい親切にいろいろ教えてくれたりとか、対応してもらったりとかしてて、でそうこうするうちに古民家がこの山のお宮のすぐ下にあるんですけども、お宮の秋のお祭りがあったんですね。でそこで、太鼓も奉納っていう形で、太鼓を奉納する、演奏ね。太鼓自体はあげないけど演奏を神様に捧げるということで、和太鼓の奉納ってよくあるんですけども、それと面白いのが、この地域の方とかジャンベとかやってて、ジャンベ、前に住んでた、これも移住してきた方がジャンベをやる人で、で祭りでやりだしたらどんどんみんなやるようになって、ジャンベって何ですか？ジャンベってアフリカの太鼓で足の間にこう挟んでテコテコやるやつなんですけども、ちょっとそれのコラボレーションしてみたりとか、それもYouTube に動画が残ってるので、そうなんですね。また見てください。じゃあ概要欄に貼ります。小玉神社っていうとこなんですけど、小玉神社例大祭で出てくるんですけども、でみたいなのでみんなとコラボしてみたりとか、いろいろやってたら、その次の日の朝に電話がかかってきて、こうその地域の相談してた方から電話がかかってきて、達郎いい話があるけど聞くかとか言われてなんすかっつったら、とにかくうちに来てくれるかみたいな感じで、そこで今の物件のオーナーさんともその日の晩とかに多分話してくれたんだと思うんですけども、そこも空き家になってて何年なのかな、5年とか経ってたとか、そういう話だったと思うんですけども、もうその祭りで太鼓の演奏を奉納した次の日の朝に今の家が来るっていうミラクルが起きまして、すごい。そんで僕もその場でじゃあとつって即決しまして、一応家の存在とかどういうとこかなっていうのはある程度見てはいたので、そこならいいなっていうので話を進めてもらって、本格的に引っ越してくるっていうことになってっていう感じですね。なんかそこ気になったのが、その紹介してくれた方は、奉納のものを見てというか、そうですね、今まで堀江さんが草刈りとかいろいろやって人となりも見えてきて、じゃあ地域のイベントにも何ていうんですか、貢献してくださったっていうのを何かしら認めてくれたみたいなだと思うんですけどそこまで聞いたことはないですけどね。でもトントン拍子に見つかって、でそこちょっと気になったのが、なんかこう体で感じたみたいなのをおっしゃってて、対談の前におそらく配信しているドキュメンタリーの方で太鼓のレッスンのところを撮らせてもらってるんですけれど、そこでもこうなんでしょうね、太鼓の奏者って僕のイメージよりもっと先の体を先に作っていく感じの部分があったんですけど、そこら辺なんでしょうね、体で感じるっていうのがこう他の地域も見て、なんでしょう、どこがなんか違ったみたいなんてあります？説明できたりします？説明がね難しいですよね。僕もともとすごい考える方で、頭で考えるのが得意な方で、体が苦手なんですよね。で逆にっつうか、頭でめちゃめちゃ考えた後のも並行しながら、それを踏まえた上でボディであるとか直感的にとか出てきた答えって結構信憑性が高いなと思って、
体で感じるのはもう理屈じゃなくてもこれだねっていうのが直感的に来ちゃうので、要はまあ肌に合うっていうか、空気が合うっていうか、そういう感覚なんですけども、まあ、空気でいうと名古屋の湿度が結構大変で、そうなんですね。体に合わなかった可能性が高く、こっち来てすごい体調がいいんですけども、っていうのはまああるはあるんですけども、そうですね。そこら辺めちゃ難しそうな気がするんですけど、僕もそこら辺だけ共感できる部分としては、やっぱこっちに、僕もちょっと体調崩してこっち来ちゃったんで、そこら辺で体調崩してきちゃったんで、そうなんでこっちに来てだいぶ良くなってきたりもしたので。前東京でした。そうですね、東京で結構仕事をゴリゴリやって疲れちゃってたんで、なんでしょうね、そこら辺あったんでしょうかね。そうなんですよ。この堀江さんがその名古屋でやってたそのプロチーム、そのプロとアマの違いも僕あんま分かってないですけど、そこら辺で何かしら楽しいこともすごいありつつ、何かしら思うところがあってこっちに来て、じゃあ東海だったりとか首都圏で演奏もされるわけですもんね。そうですね。思うところがちょっと聞いてみたいなと思って、聞ける範囲で。思うところ、前にいたチームも太鼓関連の会社が主体になってて、そこの専属プロチームっていう形でやってて、かなり好きにやらせてもらってたんですけど、やっぱり会社の枠っていうものもあるので、その中でっていうのができる限界までもうやっちゃって、こっから先は出るしかないみたいな、そういう感じだったかなと思いますね。結果的に出ることになってという感じかな。今の段階状況だと本当に自分の中でどういうものが生み出せる、出てくるのか、生まれてくるのかっていうのを突き詰めていこうっていう、そういうことでこっちでやってきて、その手応えもありますし、という感じでしょうかね。その手応えっていうのは、そのソロで活動している中で自分の中で求めてた音色みたいなのとか、体の使い方とか、さっき考えが先に巡るっておっしゃってたと思うんです。そこがちょっと研ぎ澄まされたというか、どういう感覚だったりするんですか？太鼓の演奏っていう意味で言えば、目指すところっていうのも最初からあって、太鼓だけじゃないんですけども、人生においてもそうだし、人としての在り方という意味でもそうだし、いろんな、体の使い方って言ってもそうだし、いろんなレイヤーがあって、それぞれのこれだねっていう、それはもちろん僕個人としてですけどもね、これだねっていうのがさっきから通るね。面白い。今日ちょっとお宮の修繕があって、みんなそれに向かって帰ってきた。そうなんですね。ちなみにあちらが紹介してくれた藤松さん。こんにちは。いってらっしゃい。後で午後行きます。俺も午後行きます。どこまで言いましたっけ？そういろんな領域においてその人その人の本質性であるとか真のところがあると思うんですね。でそれがだるま落としのだるまさんがこうぴったり重なる位置みたいな、そういうバランスってあると思うんですね。でその中で太鼓の演奏っていうところにフォーカスしていくと、理想というか目指すところっていうのが僕は最初からあって、そこに向かってどういこうかなっていうのをいろいろ試してみたりとか、トライアンドエラーやってきてっていう話ですね。でそこのところですごい重大なヒントになることとかもこっちに来てからあって、それを取っかかりにしていろいろやってみるとかなりいいぞというのをつかみつつあるという感じでしょうかね。結局演奏パフォーマンスという側面と音っていう側面と体の使い方っていう側面とか音楽っていう側面とか、結局人間の意識にどう影響作用するかっていう側面とか、それをエネルギーとしてどう捉えるのかとか、いろんな側面が全部つながってるんですけども、その中でいろんな、この世界においてどういうものがそこで生まれてくるのかっていう見方もできるんですけども、要は
アートという側面ですね。はい、例えばね、アートをどう定義するかにもよりますけどね。だから職人芸と芸術家の交わってるところをやりたいんですね。はいはいはい、例えばね、そういう意味では。でさらに言うとその時ライブというか生ものというか、実際に聞いてみて触れて体感してもらわないと本当には伝わらないよねっていうのもあって、やっぱその時その場において正規するものなので、そこでどういうものが生まれてくるのかっていうその時その場限りのものであるっていうのもあって、それらのいろんなバランスが、今の方が前よりは整ってはきてるかなと思いますね。その自分がこう出したいパフォーマンスに言葉では言いづらいけどすごく近づいてきたというか、そうですね、人間性も含めてみたいなことそうですね、人間性も含めてなんて言ったらいいんでしょうね。はい前は若かったねみたいな感じでしょうかね。でも2017年に対談されでも対談ですね。太鼓チーム対談されて、ってことは何年ぐらい和太鼓というかそういう楽器はやってるんですか？もう22年ぐらいですかね。なんかそこ前のそのスクールのやつも見せていただいた時に、なんか全くこうやっぱり習ってらっしゃる方と体の動きが違うなっていうのはさすがにずっとやってるので、でそこでもこう思ったのが無駄な力が入りすぎてるみたいなのが結構印象に残っていて、本来この曲だともう10回20回でも弾けるはずっていうのと、そうですね、そこの習ってる方の違いっていうのが見ててわかるんですけど、その弾いてる時に堀江さんは力を入れてないというか、なんて言ったらいいんでしょうね、そのどういうそうですね、力が全くいらないかっていうとそうではなくて、適切に使えばいいよって話なんですけども、要は人間いらんことしすぎなんで、だいたいほとんどの人がまずいらんことをやめて、で必要なことをやるっていう、そんだけなんですよね。それが意外にできてない。難しい、力を抜けっていうのも完全に抜いたら全然何もできない、ベタって寝ちゃって終わりなんですけども、心臓の力まで抜いたら死んじゃうしね、なんですけど、僕は機能的脱力って言ってるんですけども、機能を残していらないものだけ脱力しましょうっていう、最小限の力で最小限の力、でいらないものっていうのがいらないだけじゃなくて邪魔をするんですね。だから力の伝達を妨げる要因をできるだけ排除しつつ、必要な出力はしっかりしていくっていうことが必要ですね。なので結果的に全身が連動していくので、局所的に疲れにくくなります。バチを手で持って打つわけですけども、もう終わったら腕がパンパンになって疲れたよとかそういうことはあんまなくなりますし、疲労するっていうなら全身が疲労しますし、ただそれもより長時間持つようになりますよね。それぞれ負荷が散るのでっていう感じでしょうかね。すごい。そこら辺全然到達したことがないんで感覚が難しいんですけど、それは何年ぐらい続けてみてそこに到達できたんですか？でも最初の 4,5 年ぐらいです。一応方向性は見えてきたって感じでしょうかね。最初プロチームの研修で入ったって言いましたけども、やっぱ練習していくとみんな限界が見えてくるんですよね。でその限界をじゃあどう突破していこうか。僕体苦手って言いましたけども、限界が低かったわけですね、自分のね。だからもうすぐここからどうしようみたいな、頭打ちになりやすいわけですけども、そこからじゃあどう突破していこうかっていう時に、体の使い方であったり、あとは意識のことをいろいろ勉強してみたりもしましたね。潜在意識であるとか、体の使い方って結局潜在意識じゃんみたいなところで、要は癖になってるんですよね。癖って治そうとしてもなかなか治らないというので、潜在意識よりも潜在意識の方に近いあたりにあるんですけども、そこにじゃあどうアプローチしていこうかなっていうのを、ずっとやってきて、それに気づき始めたのがその初期の段階で、そこから
ずっと、もう20年近くなるよねっていう話ですね、うん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 、やり始めてから。なんかそこら辺は自分もちょっと共通するかな。体の使い方じゃないんですけど、うん、考え方というか、うんうんうん、なんかその僕の話になっちゃってあれなんですけど、いや聞きたいです。ちょっと家庭の事情でその早めに父親が亡くなったんですね、でそっからなんだろうな、生きるってどういうことだろう、多分何歳なんだろうな、でも本当高校ぐらいですかね、からずっと考え続けてきてたら、周りの人とあんまり話が同じ年齢の人と合わなくなったりみたいな、ただなんか自分の中でもうすでに死ぬ前にこれ1個で生きてたらそれでいいやみたいなもう見つかっててだから僕あんまりなんだろうな、これ頑張んなきゃっていうのはあんまりなくても、そこ一つがそんなにハードル高くなくて、それだけやってればいいやみたいな感覚があって、なんで僕にとって脱力なのかな、機能脱力ではないですけど、あんまり人生の目標がもうできちゃったからそこ行けばいいやっていうので、ちょっと楽観的に捉えられるようになったんで、ちょっと違うかもしれないですけど、そんな感じなんですかね。そうですね。でもなんだろうな、これ言うと誤解を招きやすいんですが、あえて言うと頑張りすぎないっていうのが大事だなっていうので、頑張るは頑張る時ももちろんあるんですけど、なんだろう、頑張る方向性というか頑張り方というか、その辺にちょっと敏感になった方が成果は出やすいかな。でもまた成果を求めてそればっかにフォーカスするとまたずれるのでちょっと違うんですけども、結果的に成果は出やすいかなっていう、そういう感じですね。まだ昭和の生まれなので、やっぱり風潮としてはちょっと精神論的なところもまだちっちゃい頃とか、学生頃ぐらいまであったかなとは思うんですけども、とにかく頑張ってみたり、がむしゃらに頑張れみたいなやつですね、あるんですけども、もともと体弱いんで無理なんですね、すぐ疲れちゃうので、そういう人がすぐ疲れないようにするにはじゃあどうすんのっていうところですね。体力つけろっていうのもあるんですけど、体力つけるのにも体力がいるのでそこをじゃあどうつけていくのかって話になってきますよね。なるほどな。僕そうか、和太鼓奏者の方ってすごいこう見た目結構体大きくてごつい人多いですね。なんでそういうイメージだったんですけど、堀江さんの場合は何でしょう、逆で自分の弱みとして体の弱いっていうのを感じてて、じゃあそこでどう戦っていくかで、そのさっき言ってた機能的脱力っていうところで、最小限の力で最大限パフォーマンスを発揮するというか、そっちに向かっていったっていう。そうですね。一概には言えませんけども、自分の強みってみんなそれに頼りがちなんですよね。体が強い人は、筋力が強い人は筋力に頼りがちとか、強みなのでそれを疑わないみたいなのが、そういう意味では僕も思考能力を疑った方がいいんですよね強みなんで、強みっていうかずっとやっちゃう、ほっとくとやっちゃうことっていう感じですかね。なので適度に何も考えないタイミングを設けた方がいいよみたいな、瞑想とかしてみますかとか、でも太鼓打ってる時は頭の思考は基本的にかなり落ちるので、落ちてバランスを取るんですね、なんでそういう意味でも太鼓やっててよかったのかなとかはありますかね。それいいですね。僕も結構いろんなとこに思考が散らかっちゃうんですなんで似たタイプかもしれないそうかもしれないですけど、なんで僕も運動したりとかこういう収録に入ると結構集中ができるので、なんでしょうね、確かに頭で考えがちな人は一旦考えられないぐらい体力を使うのか、没頭できるものがあった方が生きやすかったんですかね、もしかしたら。それはあると思いますね、ちなみにちょっと気になったのが、その和太鼓に出会う前とか、その大学のサークルっておっしゃってたんですけど、その前もそういう没頭するものは特になくてっていう状態だったんですか？没頭ってまではないですかね、ただその時生物系ですかね、生態系のことに興味とかあって、あとは脳のことですかね、農業とか、業じゃなくても脳全体ですかね、こともあってっていうのもあって、太鼓じゃなくて、今そこもうその現場にいるわけですよね、こういう地域なんで。そうですよね。で結果的につながってるなっていうのがありますけども、じゃあちょっとそこをじゃあ
過去の話ちょっと聞いていったんですけど、今現在でちょっと聞いていきたいのが、僕もこの前ネギもらったりとか、もらったりとか、あとはお邪魔した時に鶏もいたりとか、あとは何でしょうね、畑、僕多分畑見たことない、畑まだ見てないですよね。そこもやってるっていうところで、その幼少時代のそういう自然のことが気になるっていうところから、今こっちに来て今やってることというか、ここをどうしていきたいというか、そういうビジョンっていうか、未来みたいなのあるんですか？この山地域ですね、を、いい感じにしたいっていうのはあるんですけども、いい感じってじゃあ何かっていう話で、ここって基本的に古代から人が住んでた里山なんですね。陸郷が、というふうに見てます。おそらく正しいであろう、縄文遺跡とかは出てないですけどね。でもなんか土器とかも近く出てたりしますよね。近いとこでは出てたりしますので、おそらくそうであろうという推測ができて、今畑やってる田んぼやってるとこなんかも沢筋なんで、昔から人が農耕してたであろう、そういう場所でだいたい最初田んぼを始めるので、っていうところで人との関わりがあってこうずっと作られてきた地域であり、自然環境でもあるかなと思いますね。で、自然環境っていうのが、自然っていうのを人間と自然が対立構造で捉えていると、この場合はあまり筋が良くなくて、結局里山なんで人間が関わりながら自然っていうものをどう捉えるかもまたあるんですけども、人間が関わることによってこう循環してきた自然っていうものがあって、例えば生物多様性っていう側面でいうと、里山の自然とか畑があって山を手入れしていてとか、田んぼをやりながらみたいなのでそこに豊かな生態系が昔からあったわけですけども、で社会の在り方が変わってきて、例えば薪を取らなくなったから木を切らなくなったとか、町で仕事するから山からみんな降りちゃったとか、で今まで畑やってたところに木を植えて人はいなくなって、それがおじいちゃんの代だから今は植林ほったらかしとか、そういうことがいっぱいあって、そうすると基本的に森に帰っていくわけですけども、森に帰るのも一回里山って人が手を入れると生産性が上がるんですね。循環量が大きい状態をキープしてたのが、その人が手を入れるのだけポイっていなくなると、一気にビャーっていろんな植物が生えすぎちゃって、その割には状態が悪くなってやぶになってとか、そう山が荒れるみたいな、言われる状態になりやすいわけですね。なんでじゃあ里山として今までこう回ってきた山はまた里山に戻った方がいいのか、また別の可能性があるのかとか、畑なんかも耕作放棄地なんかもあるので、そこもまた利用できる状況にできたらしたいっていうのもありますし、っていうのをいろいろ複合的に考えつつ、ちなみに鶏は友達が養鶏やってて、そこからもらってきた子とかからスタートしてひよこから育ってたんで非常に可愛いです。おすすめですあれは卵もらえるし、4羽いて、今は4羽ですね。あれが何でしたっけ、前言ってた後藤もみじっていう品種が2羽と、あと2つなんか違う色のやつがいましたよね。アローカナの子とウコッケイの子がいますね。あれが白い子がウコッケイですかね。白い子がウコッケイのオスですね。なんで朝ちょっと早めに起こしてくれるんですけど、早起きにならざるを得ないみたいな。いや、なんかその3種の鶏がいるじゃないですか。そこも結構刺激的というか、こんなに見た目違うんだとか、鳴き方とかも違います。いろんな子がいますよね。面白かったです。さっきの小さくですけど養鶏というか、なんて言うんでしょう、養鶏には違うか。でも養鶏っちゃ養鶏業としてはやらないけど、庭先養鶏みたいな表現もありますけども、その動物からの恩恵ももらいつつで、さっきの農業とかの耕作放棄地の話とかだと言うと、堀江さん一人だとこの地区はすごく大きいかなとは思うんですけど、そこら辺は何でしょう、さっき軽トラで通った方とかも
車で通った方挨拶されてたりとかで、まあ、知り合いではあるとは思うんですけど、そういったなんでしょうね、協力関係というか、そもそもその陸郷地区のなんていうんですね、中だとどうしていきたいというか、もうここからまず小さく始めていこうみたいなのは動き出す予定とかってあるんですか？そうですね、まあ、例えばこの地区だと結局みんなで協力しないと回んないよっていうのがもう最初にありまして、さっき軽トラで通ってきた方、ずっとここで生まれ育って70何年みたいなおじいじなんですけども、ここをずっと守ってきましたみたいなっていう方と、あと黒い方のね車で通ったのが愛知時代からの友達で。あ、そうなんですね。そうなんです。で僕が下に物件があったのをちょっと紹介したら住むって言ってこっちに来てくれたんですけども、とかいろんな人がいるんですけども、だ結局みんなそれぞれにできることもキャパも全然違うんだけども、まあやっぱりできるところで協力し合って、それがいいバランスになっていくといいかなとは思ってますね。協力できないよっていう人は住むのがやっぱりちょっと難しい状況にはなると思いますけども、そうですね、やっぱ都会というか行政がやってくれるっていう感覚だと、行政そこまで手が回らないので、そうですよね。まあ、池田町なんかも道の草刈りとかは自治会が大体やってたりするわけですけども、草刈らないとですね、横サイドからビャーって出てきて道が通れなくなるみたいな、そんなレベルに多分数年でなりますね。そうですよね。そういうのは自治会、自治会であったりとか道路愛護会であったりとか、そういう組織でやったりしますね。結構維持も結構かかるとは言いつつ、ただやっぱここに住みたいっていう人たちもちらほら増えてきてっていう感じなんですかね。そうですね。結構気になるよっていう人はねちょこちょこいるんですけども、まあ、何分空き物件、空き家自体はあるんですけども、非常にボロってたりとか、家主さんにコンタクトがなかなか取れない状況とか、そういうことがあって、すぐ入れるっていうところも全部紹介しちゃったので、なるほどもう入っちゃったんですけども、またその辺も開発して開拓ここどうだみたいなところを広げていきたいっていうのと、でも宅地自体元家があって、すぐ建てれるよみたいな土地自体はいくつかあるので、ガッツがある人は建ててもらうとすごく嬉しいっていう話はあるんですけどもそうか、一応あるんですね、宅地が。全然あります。知らなかった。あるはあります、ちゃんと道路からすぐで引き込みももうなってるよみたいなところはありますので、面白い。だから本当にここが気に入ってくれたら土地買って家建てちゃうっていうのもありだと思いますね。僕もここまで来た時に結構峠道だったりとかする部分はあるんですけど、なんでしょうね、人付き合いとかは本当になんて言ったらいいんでしょうね、特に闇になるか分かんないですけど、ちょっとやらかしちゃったみたいな、そういうのも本当にないというか、すごく協力的な方たちが多いっていう感じなんですかね。そうですね、基本的にはもうみんなオープンなので、っていうか人がいなさすぎてオープンじゃないと無理みたいな。なるほど。もう行き切っちゃったら人間オープンにならざるを得ないみたいな、そんな感じなんですけども、もう限界集落を突破して、僕は限界突破集落と呼んでるんですけども確かにな。今って何世帯いるんでしたっけ？16かな、陸郷地区全体で16世帯、めちゃめちゃ広いんですけども、山が3つ分みたいな、そんぐらいなんですけども、一個気になってるとことしては、石山さんとかにも聞いてる部分で、西山さんとかにも言ってるんですけど、その田舎で住むっていう中で僕は結構収入面とかが結構ネックだったんですよね。そうですね。でそこら辺で言うと、言える範囲でその和太鼓奏者という職業と言っていいのか、そういうアーティストというか、一応職業でその活動の中でやっぱりこの地区だと、この地区だとって言うと変だな、言うと都会の方が仕事が多いとかっていうのはもうある、確実に多いと思います。そうですよね。なんかその中でここだと何かしら弊害があるみたいなんとか、でもここにいることによって広がったものもあると思うんで、そこら辺
長所短所みたいなのがあれば教えてほしいです。まず、和太鼓ってスタジオを作るのにめちゃめちゃお金がかかる場合があります、はい、街中だとね、防音完全に防音しようと思うとコンクリ1メートルいるんですね。1メーター幅がね、防音壁ね、はい、原発かよみたいな話になっちゃうので、すごいですね。でそんなにやってるとかないんですけど、本当に街中だと防音にすごい気を使ってやんなきゃいけないっていうのがネックにはなります。やってる人もいっぱいいますけどね。なので、山の中だと音出し放題、環境もいい、ここに来るだけでちょっと元気になるみたいな、でその元気になった状態でじゃあやってみようみたいなのもありますね。場によって人間のパフォーマンスって非常に変化するので、それをいいとこに持ってきやすいっていうのはあると思います。一方それは人が集中していないからできることであって、新宿の、ど真ん中でそういうことはなかなか難しいんですけども、あそこ非常に面白い土地すぎてガジャガジャしすぎててあれなんですけども、逆に人がいっぱいいる分、生徒さん候補であるとかお客さんであるとか、そういう人は結果的に人が多ければ当然いますよねっていうことで、要はここに来づらいがゆえにいいとこと悪いところが、本当に人を集めにくいっていうのはありますよね。ここは普通に人口密度が低いので、本当に大都市圏で教室をやる場合だと、東京の教室って結構単価が高いみたいな、そういうのもありますね。皆さんの予算が結構あるよみたいな、っていうかお金を使って回してる社会だよみたいな、そんな感じありますよね。っていうのもあって、逆にお金を使って回す分にはうまくはまればやりやすい環境なのかなと思いますけども、やっぱりこの辺だとそういうのでないところで回ってる側面が大きくて、前原さんにもネギあげましたけども、ネギも僕ももらい物で、そうですよね、確かに。おナスももらい物で、なのでまたうちの畑のものももらってもらおうと思う計画中なんですけども取れたらね、ありがとうございます。なんですけども、そんな感じで、お金を介さないやり取りであるとか、関係性であるとか、循環の仕方であるとか、そういうものの方にちょっと比重があるので、このエリアだと、環境だと、そういうところでむしろじゃあそういうところでもやっぱお金もいるはいるので、ある程度稼ぎたいよねっていうのでどうしていこうかねっていう、そういうのはデメリットっていう言い方もできるし、っていう感じですかね。要は教室やっても生徒さんがどんだけ集まるのっていう、そういう話ですかね。ここまで来れる人じゃないとできませんみたいな、じゃあこっちから出張で行ってもいいかなと最近思って考えてはいるんですけどもね。そうなんですね。太鼓積んで行けるので、でそのためのに使えそうな太鼓もある程度準備できつつあるので、そうすると動けるようになってくるかなとは思いますね。あと音楽の人だとリモートでレッスンしてる人もいるんですけども、そうなんですね。僕の生徒にピアノの先生がいるんですけども、てかこの間会ったあわちゃんなんですけども、彼なんかだとリモートでピアノのレッスンができるんですね。すごいなと思うんですけど。すごい。そう、知らなかった。そうすごいんですけども、じゃあ太鼓でそれができるかって言われると、なんか自分はできる気がしないということで、なんかやってた人もいるみたいなんですけどもね、コロナの時とかね、どうやってたんだろうって思うんだけど、自分は本当に大事なことを伝えられる気がしないので、そこには手を出さないでおこうかなとか、ただいろんなことでそういうテクノロジー使っていければいいかなと思いますし、あとは実は収入源は太鼓だけじゃなくて、他にもちょこちょこいろいろあるよみたいなのがあって、それは東京に出稼ぎに行ったりとかもできるので、そういう面でもいろんな一個に絞らずにいろんなので回せればいいかなっていうのはありますね。その言える範囲でいいんですけど、東京に行くとかっていうのも培った楽器とかそういう関係ってことなんですか？そうですね。今東京でやってるのは講座なんですけども、さっき言ってた潜在意識の話であるとか、その辺の講座をやってますね。なんかそこら辺やっぱり言語化がやっぱり難しい部分だとは思うんで、実際に会ってみてとか、そうですね、実際にやらないとなかなか難しいですもんね。少なくとも1回2回は実際に会ってないと、伝わりづらいかなとは思いますね。じゃあ
お金っていう面だと優先度が一応下がってきているし、その地域の関わりであったりで、いろんなものをもらい合ったりあげ合ったりっていうので、生活面としてはそんなに苦労というよりかは幸福の方が増えてきたというか、そうですね、苦労はしてないですね、主観ですけどね、やることはいっぱいあるんですけども、確かに草刈りとか草刈りは必須ですね。土の世話とか、そうですね。そこら辺移住しようって思った時にネックというか、そこら辺のいろんな人とのコミュニケーションだったりとか、土の世話とかその自然の世話とかが苦でなければ、こういった陸郷地区みたいな自然が豊かなところでも全然楽しく暮らせていけるという、いけるポテンシャルはあると思いますね。ちなみにその先ほどもあったんですけど、コミュニケーションが取るのが苦手というか、その関わりが苦手な人は無理なんじゃないかなっていうお話もあったと思うんですけど、今移住を検討している方が見てるとして、こういうことは気をつけておいてというか、こういうことは田舎というか人が少ない地域だと起こりうるから、そういうことは気をつけるポイントとして考えておいてねみたいなとあれば教えてほしいです。都会の常識でものを判断しないで一回保留するっていうのが大事だと思います。確かに。で池田町もそうじゃないですか、千葉の方もおそらく、ただ一回保留するんだけど、そこから建設的な話に持っていくのはありだと思いますけども、これでずっとやってきたところで、要は一回相手のがどういう意図でこういうことになってんのかなっていうのを一回受け止める必要があるんですね、し自分も自分でただ思い込みでなんかなってる可能性が高いので、いろんな状況を観察しながら、仲良くなりながら徐々にアプローチできると非常に建設的になるかなとは思いますね。そうですね。僕そこら辺すごい苦手でいろいろ言われた時になんでっていうので結構きつい言い方をしちゃったことはありますけどね。やっぱそれぞれで常識が違うもんで、そうですよね。どっちもどっちっちゃどっちもどっちなんですけども、先に住んでたのは先方なんで、そうなんですよねってなるんですよね、移住先だとね。そこの折り合いが僕もまだ 1,2 年ですけど、やっぱりちょっと考えが違うと言いたくなっちゃって言っちゃったりもしちゃうんで、そこら辺はやっぱり一旦飲み込んで相手の意図をちゃんと聞いてっていう、そう我慢する必要はないんですけど、一回どういうことかなっていうのをワンクッション置くっていうので全然変わると思うんですね、反射的にバーンって反応するんじゃなくて。そうですよね、そこら辺ちょっと僕もすごい参考になったありがとうございます。さすがに暑くなってきましたかね。じゃあちょっともうちょっと下がります。過去現在とお話聞いてきたんですけれども、次回は未来の話としてこの陸郷地区どうしていくっていうところとか想像でもいいんですけど、そこら辺ちょっと聞いていきたいと思います。堀江さんの方から、これ言っておきたいみたいなものがあれば教えてほしいです。まず陸郷に遊びに来れる人はどんどん来てほしいなと思います、どういうとこかなっていうの興味が出たらね。あとはうちにスタジオがあって、そこで今太鼓のレッスンしてますので、これも来れる範囲の方になりますけども、興味がありましたらぜひ遊びに見学にでもね来てもらえたらいいかなと思いますね。じゃあお問い合わせは堀江さんのインスタとかフェイスブックとか。わかりました。じゃあインスタグラムとフェイスブック、一応 X もX が一番なんかうにょうにょしてますけど。なるほど。やってますけども、そこら辺ちょっと載せておきます。あなたが地域に繰り出すきっかけを作るプログラム、地域に潜るドキュメンタリーローカルダイバーズはいかがだったでしょうか。もし気に入っていただけたら、お使いのポッドキャストアプリで星5評価やいいねをいただけるととても嬉しいです。この番組は不定期のシーズン配信ですが、配信時は毎週水曜日に更新されます。配信お知らせを受け取れるように番組のフォローやチャンネル登録をいただけると嬉しいです。番組の感想、質問などは概要欄の Google フォームからお送りください。番組のハッシュタグはすべてカタカナ複数形でローカルダイバーズをつけて番組の感想をつぶやいてくれるとチェックしに行きます。それでは次回に、未来の話聞いていきます。今回のローカルダイバーは和太鼓奏者の堀江達郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。